クライナとルーマニアに挟まれた海のない国、モルドバの首都キジナウに来てます。これから夕刻17時5分の列車に乗りブカレストへ向かいます。到着予定時刻は明日の6時35分。4人部屋の2等寝台を予約してます。オンライン購入で 685.49 モルドバレイ、日本円で約5875円です。旧ソビエト連邦を離れる前にどうしても食べたいものがあったので、今日のお昼はジョージアンレストランに行ってきました。旧ソビエト連邦の国々へ行って美味しいワイン、そして美味しいものを食べようと思ったら間違いないのがジョージアレストランと勝手に思い込んでます。実際ジョージアレストランはおしゃれで流行ってるところが多いです。これはスターリンがジョージア出身でジョージア料理を好んだためソビエト中に広まったようです。スターターはお任せのスープ、店員さんのおすすめです。そしてお目当ては何といってもヒンカリ、巨大な小籠包のようなものです。今時ロンドンでも日本でも食べれるんですが、やっぱり旧ソビエト圏で食べると肉汁の量と旨味が全然違う気がします。美味しい肉汁をこぼさないようにフォークとナイフは使わず、尻尾に当たる部分を手でつまんでかぶりつきましょう。せっかくそのたっぷりの肉汁を撮ってたんですが、なぜか携帯の動画と写真が全部消えてました。ここを手でつまんでかぶりつきます。猫舌の方は気をつけましょう。はい、ちょっとピントが合ってませんが肉汁たっぷりです。尻尾の部分は残しても全然マナー違反じゃないそうですが、いくつ食べたか完全バレちゃいますね。ヒンカリ、ぜひお試しください。はい、4時23分、ブカレスト行きの列車来ました。半人乗れるって言ったんですけど、ちょっと待たされるのかな。噂によるとモルドバ側とルーマニア側で線路の幅が違うので、途中この車両が持ち上げられて下の車輪だけ入れ替えるって話です。ああ、これが取るのかよ。ああ、なんかそうですね、乗っかってるだけって感じですね。1号車、2号車、5、これだ、これですね。大丈夫かよ。2等寝台です。どうせ1等でも2人部屋で誰か他人と一緒になるんで、これです。よいしょ。うわ、すごいな。こんなところに何で席したの？暖房よか、これ。すごいな。うわ、あったかい。うわ、すごいな。席が入ってます。違うか。これだ。シート11、下っぽいですね。暗。大きなスーツケースは椅子の下に収納可能です。どう？入れる？食べ物のメニューかな、レストランカーの。ブ
嬉しいですね。しっかりと Wi-Fi がついてます。 QR コードをスキャンせずにパスワードを入れるだけで通じました。列車の名前はプリエテニア、友情という意味です。左手がキシナウからの時刻表、右手は下から読むようにブカレストからの時刻表です。時刻表によると2時間34分走ったウンゲニという町でモルドバの出国検査、車輪の取り替え、そしてルーマニアの入国審査に3時間36分取ってあります。はい、機関車が入ってきました。青と白がなかなかかっこいいです。カリア・フェラッタ・ディン・モルドバ、モルドバ鉄道ということでしょう。ロゴもなかなかおしゃれです。それでは連結です。プリエテニア出発準備完了。はい、ウクライナ人が2人乗ってきました。親戚にどこでも立っていくんですかね。はい、枕と敷布団と毛布です。でもあったかい。暖房効いてます。こんなところにルーターが丸見えで設置されてます。時刻表とパスワード。プリエテニア号出発。モルドバともお別れです。ダスビダニア・キシニョウ。最初の計画ではまずルーマニアに飛んでブカレストから列車でキシナウに向かう予定だったんですが、そうすると出入国審査がとんでもない時間になってしまうんですね。それで予定を変更し、モルドバに飛んでキシナウからブカレストに列車に向かうことにしました。列車内は十分にあったかいんですけど、夜に備えているのかしっかりと石炭くべてます。こちらは一等寝台でございます。ベッドが2つになって壁に鏡がついただけですが、やっぱりこっちの方が落ち着けそうですね。さて、旧ソビエト連邦時代のトイレは、はい、古いですけど綺麗です。60年代かな、70年代かな、もしかしたらもっと古いのかな。お水もしっかり出ます。同室の2人はウクライナ人ですが難民ではありません。コンスタンティン、親子同じ名前だそうです。モルドバもトランスニストリアという爆弾を抱えてますので、毎朝アメリカやイギリスにそそのかされないことを祈るだけです。早速バーでビールを買って宴会開始です。ただし案の定食事はありませんでした。万が一バーが開いてなかった時のためにモルドバブランデーディビンを買ってます。そしてペイストリーで簡単な夕食とします。軽く夕食をとった後、お父さんは部屋で休まれたんですが、若者の2人でバーにやってきました。ここで調子に乗ってビールをガバガバ飲んだのが大失敗でした。
というのもモルドバ出国とルーマニア入国の審査で合計2時間半以上かかります。その間、なんとトイレは鍵をかけられて使用禁止となります。一応車掌さんが鍵をかける前にトイレ使わせてくれたんですが、まあ2人とも調子に乗ってビール飲みすぎたので、若者は途中線路に出て線路で用を済まし、今度は私が耐えかねてると車掌さんがこっそりとトイレ使わせてくれたんですが、これがバレて入国審査のスタッフに怒られてました。出入国審査の前に調子に乗って飲みすぎないようにくれぐれもご注意ください。I don't know how it's called in English, but it's nalistniki. Наружники. Nalistniki. It's very nice. I don't know. これですね、車輪だけ並んでます。そして線路の両脇に車体を持ち上げるジャックが並んでます。はい、これがクリ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 回って、はい、車輪も運ばれてきました。こんなに高いところまで上がっちゃいます。いやー、トイレ我慢するの大変でした。ちなみにバーのおじさんはロシア語喋ってました。ディビンを片付けて寝ます。おやすみなさい。おはようございます。寝心地も非常によく、ぐっすりと休むことができました。ブカレスト到着。ウクライナ人ちゃんとゴミまとめてます。今日の列車はガラガラだったようですね。非常に空いてました。2人のコンスタンチンとはここでお別れです。前方右手は空港行きの列車のようです。帰りはブカレスト空港からロンドンに飛びますので、この列車を使う予定です。現在6時55分。列車は30分ほど遅れて到着したようですね。どうせ早く着いてもホテルチェックインできませんから、少々遅れるぐらいの方がゆっくり寝れていいかもしれません。ブカレストの北駅からホテルまでは徒歩で約30分。リュック1個だけなので運動を兼ねて歩いていきました。8時前なのにもうチェックインさせてくれました。その際何も言われなかったんですが、部屋に行ってみるとなんとスイートルームといっても Airbnb で借りるただのアパートみたいなもんなんですけど、200ルーマニアレイ、日本円で約6570円です。まあ部屋が余ってたからでしょうけど優しい。ありがとう。小さなホテルはいろいろと融通ききますし、気を利かせてこういうことやってくれるから嬉しいです。一人なんでどっちでもいいんですけど、トイレとシャワールームが別でした。ブカレスト滞在は1泊のみ。とりあえずサンタクロースの手を見に行ってきます。